モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。プラミモンド。前回の予告とは違いますが、突然の予定変更、どうかお許しいただきたい。お許しください。私のセリフ。伝承漆黒さんアビサル、ジョルジュさん4人縛り行くぞ。参りましょう。実況は私。フリージの騎士、ラインハルト。解説は私、モフがお送りいたしまする。いつもならアビサルは自分的分のスキル紹介からでしたが、今回は強敵なので、とっても強敵なので、とっても強敵なので、大事なことなので3回申し上げました。タイム超えて神速。はぁ、せい。超ロングランとなっております。なので、途中でスキル紹介挟ませていただきますぞ。承知しました。伝承漆黒軍はマップ上部、ジョルジュ軍はマップ下部に布陣、両者睨み合いで始まりましたが、初めに動いたのは白波ジョルジュ選手、守り手半以外にいたブルーマージ選手を、すかさず狙い撃ち撃墜、紋章師シブルド選手エンゲージ効果で再移動、2個交代するものの、そこはロッドナイト選手の範囲内、大丈夫でしょうか。金字かジョルジュ選手も範囲内で待機して、ジョルジュ軍、ターンエンド、伝承漆黒軍フェーズとなります。動いたのはソードファイター選手、金字かジョルジュ選手に狙いを定める、奥義、霞切り発動も、ノーダメージ、金字かジョルジュ選手、ヒットもしません。金字かジョルジュ選手の硬さ、舐めてもらっちゃ困りますよ。舐めんなよ。なめ猫も不動のも5万円。なめ猫知ってる方、どのくらいいらっしゃるのかしら。懐かしいですね。硬さを誇る金字かジョルジュ選手の一方、大ダメージを受けたのは白波ジョルジュ選手、一撃で HP14、危険水域になりましたが、肉を切らせて骨を切る、カウンターでロッドナイト選手を撃破。厄介なことにこのロッドナイト選手、アイスロック持ちだったんですね。こんな子自由にさせといたら、たまったもんじゃありません。だから、HP 犠牲にしてでも、このためだけにスキル使ってでも、早めに仕留める必要があったんです。アイスロックで戦略氷を張られると、自由に動けなくなりますからね。初期配置で伝承漆黒選手に守られている以上、カウンターで仕留めるのが手っ取り早かったと。そういうこと。わかりました。しかしそうなると、唯一守られていなかったブルーマージ選手が、あまりにも不憫と言いますか。きっとあれだよ、食べちゃったんだよ。冷蔵庫に入ってた、名前入り伝承漆黒さんのプリン。名前入りを無断で食べるのは、万死に値しますからね。真似しちゃダメ、絶対。どうしても食べたいのなら、ご本人に許可を取ってからですよ。猫と右腕とのお約束だぞ。マップ下部にソードドラゴン選手、ランアマムクイト選手、上部にボーナイト選手が参戦したところで、2ターン目、ジョルジュ軍フェーズ。早くも挟み撃ち状態ですにゃ。困りました。いきなりの大ピンチをジョルジュ軍、どう切り抜けるのか。まずは白波ジョルジュ選手が、近づいていたソードファイター選手を撃破。HP が減っていたので、白波の弓の2回攻撃は出ませんでしたが、にゃーに、通常攻撃と追撃で十分っすよ。火力に定評のある白波ジョルジュ選手。さすがです。続いて緑の弓ジョルジュ選手、ソードドラゴン選手に攻撃が、撃破には至らず、しかし金字かジョルジュ選手、すかさずフォロー、ソードドラゴン選手を撃破。ソードドラゴン選手はかつて、おやつと呼ばれた相手の盾持ち、特攻があれば緑の弓ジョルジュ選手だけで、倒せていたんでしょうけどな。妹の顔より見たアビサル名物、相手の盾持ちスコーリニット。もっと妹さんの顔見てあげて。もっと顔見ていたかったのに。オルエンは、妹は、自分の道を見つけたようです。さらっと追加するの忘れてた。新セリフお披露目しないの。失礼。人参ジョルジュ選手が入れ替えをしてターンエンド、伝承漆黒軍フェーズへ。このターン、人参ジョルジュ選手、金字かジョルジュ選手、そして何より、HP が危険水域となっている、白波ジョルジュ選手が攻撃範囲内。この先生き残れるのでしょうか。人参ジョルジュ選手と金字かジョルジュ選手は対輪 D。ボーナイト選手が白波ジョルジュ選手に襲いかかる。祈り発動、白波ジョルジュ選手、HP1 で対輪 D。1ターン目のロッドナイト選手に続いて、またしても肉を切らせて骨を切る。カウンターでボーナイト選手を返り討ちだー。じゃあ、白波ジョルジュさんかっちょいい。これには解説のモフドのもをはしゃぎ、しかし HP1 になってしまったので、またしても白波の弓効果を失いました。アックスファイター選手が前進し、増援のランスファイター選手、ランスアーマー選手、そしてアックスアーマー選手が参戦し、ジョルジュ軍フェーズへ。このアックスアーマー選手が絶妙なタイミングで、重装の行軍を持って、伝承漆黒選手の隣にやってきます。重装の行軍、ということは、そう、次から伝承漆黒選手は、移動プラス1でこちらに向かってくるというわけです。伝承漆黒選手唯一の逆転外動力ですが、それをカバーする。力を与えてくれるようです。いやらしい、実にいやらしいですぞペイちゃん。ますます追い詰められるジョルジュ軍、この後、一体どうなってしまうのか。仕掛けたのは緑の弓ジョルジュ選手、ランスファイター選手を撃破。続いて金字かジョルジュ選手は、なんとランスアーマー選手を塞ぎに行った。伝承漆黒選手だけでなく、ランスアーマー選手も守り手、と馬持ち、わちゃわちゃ動き回られたら、他の子を倒せなくなっちゃいます。なので、やむを得ない措置です。今回、どこまでも遠距離不利ですね。しかも混合の反撃、遠距離だから、魔法にはカウンターできない。遠距離は遠距離でも、弓にて厳しいマップですぞ。全員歩行弓のジョルジュ軍には辛い。あまりにも辛い。しかしそれでも白波ジョルジュ選手、アックスファイター選手を撃破。諦めたらそこで試合終了ですよ。ジョルジュ軍、諦めていません。つまりこの戦いは、まだ終わりません。人参ジョルジュ選手、範囲外にエスケープしてターンエンド、緑の弓ジョルジュ選手と金字かジョルジュ選手が被弾。このランアマムクート選手は、2ターン目にもやりたい放題でしたね。再移動制限とか持ってるので、地味に厄介ではあるのですが、幸い、そこまで火力は高くないので、ほったらかし状態であります。かまって欲しそうにこちらを見ている。次のターン構ってあげるから安心して。それは良かった。増援のアックスナイト選手、グルンバット選手参戦、そして長きにわたり沈黙していた、伝承漆黒選手、動きます。仲間のアックスアーマー選手が来てから、嬉しそうに動き出しましたな。今まで一人で寂しかったのでしょうか。かもしれません。ポツンと漆黒さんハウス状態でしたし。不動産屋やテレビの取材は来ませんでしたが、アックスアーマー選手が来てくれて、喜んで。
進軍する伝承漆黒選手。そう思うとちょっとほっこりしますが、性能は全くほっこりできません。今回、アビサルは愚か、インファナルやルナティックも勝てない、なんて召喚師さん、多いのでは？強い。幸い、斜めに移動したので、進軍スピードは緩やかです。ちょっとでもアッツアーマー選手と一緒にいたいのでは？仲良しですね。一方我らがジョルジュ軍、ミドシの弓ジョルジュ選手の劣化発動、アクスナイト選手を撃破。続いて動くのは白波ジョルジュ選手。おや、一時は HP1 となっておりましたが、すっかり元気になっております。正の息吹4効果でじわりじわりと回復し続けた結果、4連撃発動可能に。かまってほしそうにこちらを見ていたラワマムクート選手。無事、かまっていただけたようです。ジョルジュさんにかまってもらえるなんて羨ましい。ラワマムクート選手も本望でしょう。人参ジョルジュ選手はブルンバット選手に攻撃。一撃、特攻により一発 KO です。多分きっと、相手争奪じゃんけんに負けちゃったんでしょうな。輪を出してしまったのでしょうね。わかりやすいから、ブルーンバットちゃん。スキルは豪華でも、じゃんけんには弱かった模様。金字かジョルジュ選手が移動してターンエンド。ランスファイター選手がミドシの弓ジョルジュ選手を攻撃。痛い、これは痛い。しかしランスファイター選手、大きく移動したことで、守りでランスナイト選手の守備範囲外へ。移動先はそこでよかったんですかな？そして伝承漆黒選手とアクスナイト選手、どうしたことでしょう。あれだけ仲睦まじく進軍していたのに、離れてしまいました。ひょっとしたら、伝承漆黒選手とアクスアーマー選手で、推しジョルジュさんが違っていたのかもしれません。おそらく、アクスアーマー選手は人参ジョルジュ選手推し、そして伝承漆黒選手は、ミドシの弓ジョルジュ選手推しだったのではないでしょうか。推しへの引力には逆らえなかった、というわけですね。推しの吸引力はダイソンをしのぐ。両者、守り手範囲外に、その隙を見逃さない、ジョルジュ軍、ランスファイター選手をミドシの弓ジョルジュ選手、アクスアーマー選手を白波ジョルジュ選手が撃破。さてさて、残すは伝承漆黒さんとランスアーマーさん、二人の守り手、と馬持ちとなりました。おや、もう勝利確定なのでは？お風呂入ってきても良い時間かと。とんでもない、むしろ今からが始まりっすよ。そう、こからが本当の地獄だ。なんだって。どういうことなのでしょうか？よろしい。では説明のために、伝承漆黒さんのスキルとステータスを。お見せしましょう。速さが低く、それ以外のステータスが高い、典型的な重装ですね。おかしいな。通常とサンタはむしろ速さ高めだったんだけど、もしかして中身、入れ替わってる？ご冗談はおやめください。おやめください。伝承漆黒さんが硬いのはこのステータス、体型やらのダメージマイナスもあるんです。が、何より一番厄介なのがこれ、執着の剣についている。治癒、効果付与ではないでしょうか。初めて登場しますね。治癒は戦闘中、回復負荷半分無効、戦闘開始後、最大 HP の 40% 回復、つまり、アビサルの HP だと。87の 40% で 34.8？ そう、どんだけダメージ負ってても、漆黒さんとバトルした瞬間、34も回復されちゃうってわけ。なんだって、ただでさえダメージマイナスモリモリなのに、そこに治癒回復なんてされた日にゃ。これまでか。兄さん。どうすればいいんですか？こんなの、倒せないじゃないですか、永遠に。実際コメントでも、半端なキャラでは負けないけど勝てない状況が続いてしまったので諦めました。ってのがあったよ。困りました。ああ、どんな手を打つでしたら範囲を入で削って撃破するのは、いかがでしょう。多分それがベスト。コメントで多かったのが、紋章師渋谷の範囲奥義で倒す作戦。ではジョルジュ殿もそうすれば、守り手、と馬、そして奥義、漆黒の月光、についてる。オービン殿が喜びそうなネーミングですね。キラキラした眼差しで漆黒さん見てそう。反撃不可無効。つまり、風なぎで奥義カウント貯めて、範囲奥義で削る作戦は、伝承漆黒さんには通じません。これまでか。兄さん。積んでるじゃないですか、完全に。落ち着いて兄さん、確かに漆黒さんには通用しません。そう、漆黒さんには、どういうことですか？いるじゃないですか。もう一人、漆黒さん以外にも守り手持ちが。まさかそこにいる、ランスアーマーは。そう、同じく守り手、と馬持ちのランスアーマーさん。この子には有効ですよね。反撃負荷が。やっと把握しました。今回の作戦。伝承漆黒さんと、相手残したランスアーマーさん。この二人お互いに守り合える状態にして、伝承漆黒さんを攻撃。すると、ランスアーマーが伝承漆黒殿をかばう。ランスアーマーさんには反撃負荷が有効なので、反撃される心配もない。加えて、漆黒さんは戦闘しないので、治癒で回復されることもない。よって戦闘開始前の範囲奥義を当て続け、HP を治癒が付与できなくなる 25% より下まで削ることが可能。なんだって。量多いですね。なんだっての出番。そんだけトリッキーなことせんと勝てんのよ、このアビサル。ですがこの作戦、ありますよね？欠点。そうだね、途中で漆黒さんとバトルしちゃうと、せっかく削った HP が、治癒効果で回復されて、全てが水の泡になっちゃうよ。これまでか。兄さん。私はあと何回使えればよいのでしょうか？これが最後のはずだから安心して。それはよかった。そうならないために今、理想のフォーメーションを組んでおりまする。理想のフォーメーション。上から順番に、伝承漆黒さん、ランスアーマーさん、金字カジョルジュさん。あ、今ちょうど整った。無理で狙いすましたかのようなタイミング。計算通り、じゃなくってたまたまです。驚きますね。
やっと整ったので、ミドシの弓ジョルジュさんで漆黒さん狙う。白波ジョルジュさんでエスケープ。範囲奥義で漆黒さんの HP 削る。これを HP1 になるまで繰り返します。まだ時間かかりそうなので、全ジョルジュ殿のステータスとスキルを。お見せしましょう。まずは基準値速さ上ミドシの弓ジョルジュさん。劣化と風なぎ装備で、漆黒さんの HP を削る。とっても重要な役割を担ってまする。射的の弓ではなくミドシの弓なのですね。射的の弓はマックスダメージプラス25と、強強弓ではありますが、有利な状態を5個つけないといけません。汎用スキルではちょいと厳しいので、ミドシの弓にスポットが当たったわけですな。では C の攻撃速さの強角は結構昔のスキルだよね。懐かしいですね。範囲奥義火力アップのため、青バフが欲しかったんよ。青バフは重複しない代わりに、範囲奥義の火力を上げられます。本当は砂漠エグレイヌさんでおなじみ、鍛錬の鼓動、刃が欲しかったんだけど、あれ持ってるの白波ジョルジュさんだけだから、強角で代用しました。お求めやすいスキルでも活用できるのですね。また使う日が来るとは思わんかった。アクセサリーはニャッコ装備中。続いていくらかで投げ合っても、安心して攻撃できる状況じゃなきゃ意味がない。それを可能にしてくれたのが、壁役の HP 守備上金次化ジョルジュさん。金範、強化増幅に不動に心情、見切り追撃全員で攻撃回数を確保し、心情の奥義カウント促進効果で何度でも祈れます。祈りの力ってすげえ。驚きますね。ランスアーマーの攻撃を受け続け、伝承漆黒殿を食い止める。ある意味一番重要な役目かも。アクセサリーは狩人の被り物。極み。取ったの兄さん。確かに金次化ジョルジュ殿、何度でも祈ることはできますが、足りなくないですかこれ。そうだね。どんだけ奥義カウントが溜まっても、HP2 以上残ってないと、祈りは発動しないよね。誰かが正の息吹4を持っていないと。そういえば回復してましたね。そうだね。戦闘開始後回復してたよね。白波ジョルジュさん。そこです。攻撃速さ上白波ジョルジュさん。金次化ジョルジュさんが正の異物つけられなかったので、代わりに装備してもらっちゃいました。金次化ジョルジュ殿の2マス以内から離れなければ、無限に乗りループが使えます。持っててよかった正の異武器4。聖院は回復もできる攻撃速さの費用。長すぎませんか使用の活躍。未だ最新キャラに持たせられる費用。そこは新スキルでもよかったのですよ、殿。脳壁持ってきたから多少はね。ちょっと漆黒さん、困るんですけど、台本と違う動きされたら。台本とか言わないでください、モフ殿。実際陣形が乱れて、漆黒さんと接触&戦闘しちゃったら、削った HP 回復されるんで、とっても困るのであります。困りました。なぜ突然動きを変えたのでしょうか。押し変したんじゃないかな。突然の押し変、どうかお許しいただきたい。そんな時は慌てず騒がず、守備魔法上人参ジョルジュさんの入れ替えで漆黒さんをなだめてあげましょう。なだめるどころか、混乱させているのですがそれは。大混乱じゃないからセーフ。それはよかった。あんまりにも勝てないから、ドドンと大混乱に氷壁継承させるかと思ってたらなくてもいけた。なくてもなんとかなるのですね。どっちにしろ近いうちにやるけどね。氷壁と大混乱継承。残念ながら漆黒さんの魔法が高すぎて、デバフかけらんなかったので、聖院は魔法の虚勢一択。これでやっと伝承漆黒殿に、混乱や逆転露呈のデバフが入ります。アクセサリーは夏ウサギの帽子、そしてさっき紹介しそびれた、白波ジョルジュさんは鳥さんです。承知しました。さてさて、コツコツ地道に HP 削ってきましたが、ようやっと訪れましたよ。その時が、アニメオンにするのを忘れずに。これ重要ポイント。金次化ジョルジュさんを攻撃範囲内に置いて、ターンエンド。先に動いたのはランスアーマー、白波ジョルジュ殿の正の息吹で HP 回復、さらに不動4効果により、祈りが発動可能に。ランスアーマーさんの奥義を、大便 D してくれるよ。反撃霊ダメージなのが悲しいですね。漆黒さんも硬いけど、この子もカッチカチだから。続いて伝承漆黒殿。すっごい金継ぎされてる。金継ぎ言わないでください。ついにやりました。伝承漆黒さん撃破。ジョルジュさんで伝承漆黒さん撃破。おめでとうございます、モフ殿。宴だ。残すはランスアーマーのみ、もう勝ったも同然ですね。お風呂入ってきます。変なフラグ立てるのやめや兄さん。お許しください。さっきから見てたっしょ。このランスアーマーさんにずっと攻撃されてたのに、1ダメージも入ってないのよ。なんと。今回のこのステージのボス漆黒の騎士、ランスアーマーもめっちゃ強かったです。ってコメントもあったくらい。ですがモフ殿、回復は伝承漆黒殿の鎮効果なのでは。よろしい。では改めてランスアーマーさんのスキルを。お見せしましょう。体型やらで硬いのはもういつものこと。主の顔より見た光景。もっと主の顔見せ。もっと主の顔を見ていたかったのに、花嫁姿があまりにも眩しすぎて、抑止できません。私はどうすればよいでしょうか、モフ殿。知らんがな。お許しください。荒用事で慣れてもろて。ありがとうございます。この一手だ。ありがとうございます。夫とかした兄さんは置いといて、ランスアーマーさんのお話、なんで硬いのかの秘密は、継戦の槍に回復効果がついてるからなんだ。だから、伝承漆黒さんがいなくても、HP 回復しちゃうんで、いい加減正気に戻ってくんないかな兄さん。お許しください。正気を失うには十分すぎる美しさでしたのです。お気に召しましたかな。この一手だ。
それは良かった。削るのは緑の弓ジョルジュさんの範囲奥義で、まだ時間かかりそうなので、継承したけど使わなかったスキルの紹介を金次かジョルジュさんに攻撃守備の強角上げたけど、新庄採用したので使わず。持っていなかったのが意外です。白波ジョルジュさんが昔、ペレディアの弓愛用してた頃使ってた。懐かしいですね。あともう一個、範囲奥義の爆雷。人参ジョルジュ殿が装備していましたよね。爆雷には他の範囲奥義にはない、ある特徴がございまして。さて、一体何でしょうか。他の範囲奥義は、どれもこれも攻撃対象から2マス以内なんよ。つまり、守り手の範囲内ですね。でも爆雷だけは、こう。なんと上下3マスもあるのですか。だから工夫次第では、伝承漆黒さんを守り手範囲外から、HP 削ることもできる、理論上は。実際やってみると、他の子倒しながらこの形に持ってくのがあまりにも困難だったので、不採用となりました。困りました。せっかく人参ジョルジュさんだけじゃなく、金次かジョルジュさんに緑の弓ジョルジュさん、あとうっかり間違えて、青星ジョルジュさんにも継承しちゃった。何やってるんですか木殿。どんな手を打つ？犠牲になった大英雄ウルスラさんに影さん、すまぬ。お許しください。範囲奥義って結構貴重だよね。大英雄と星5しか持っていないものも。爆雷もそうだし烈光も。対抗手段もたくさんありますし。聖の息吹4に三つ日流。星3空に解禁しても良い気がします。あとほら、汎用範囲奥義の上位版とか出たりするのかな？迷いますね。専用奥義なら数多く存在しますが、汎用となるとまだ先の話でしょうか。そうですな。でもこのアビサルが終わるのは、先の話ではありませんことよ。ついに来ましたか、その時が。最後に決めてくれるのはもちろん、白波ジョルジュさん。にゃー痛い。祈りで大輪 D からの。伝承漆黒さん VS ジョルジュさん4人縛り、ミッションコンプリート。おめでとうございます。宴だ。いやもう今回本当にダメかと思ったでござるよ。もしかしたら、新弓巻きがあればもう少し楽だったのでは。遅いよペイちゃん。お許しください。でもありがとペイちゃん。ありがとうございます。予想外だ。剣とか槍も来るといいね。あとはここに飛行獣巻き。全部揃うまで止まるんじゃねえぞ。全部揃っても。まだ終わりません。更新も必要だからね。泳ぎ続けるしかないのですね。海流魚のように。フクロウなのに海流魚とはこれ以下に。それでは本日はこの辺で、動画が面白かったらチャンネル登録高評価いただけると。光栄に思います。エンディングにもお便りコーナーがありますよ。最後の最後まで見てってくれると。光栄に思います。それではご視聴ありがとうございました。本日のエンディングは最推しアイク様の外国召喚士殿。なぎ様に愛されすぎ。ありがとうございます。ありがとうございます。個体値芸にも愛されすぎ。さすがです。